今までになかった市場。東アジアで新しい文化が生まれるって言われてたりもするんだけど、すごくそう思う。でアインシュタインが言った言葉が、問題を生じた時と同じマインドセットではこの問題を解決することができないって言ってるんだよね。全く新しい考え方、全く新しいもう生き方になっていくんだと思う。こんにちは、ケンゴマンです。ひょうたん市場です。まだ途中です。なんかね、今5ヶ月目のキャンプ生活中、作り続けてます。朝から晩まで。ひょうたん市場とは、今までになかった市場。市場って言っちゃうけど、結果的には市場というよりも楽しい場所、一日ここにいたくなっちゃう場所。小学生とか保育園とか中学生とか高校生とか大学生とか大人とかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、みんな一回ここに来たらなんか居心地が良くて一日中いたくなっちゃって、次の日に来ちゃう場所で、そこにはこれから先生きていくのに必要なものが揃ってて、情報もそこに集まってきてて、この先ちょっと世の中どうなっちゃうのって不安に思ってる人、心配に思ってる人だって、今のその世の中見たら一生懸命働いて環境がどんどん壊れていってるみたいな、異常気象が毎年なんか変な台風来始めてるよとか、この先トラフ地震も来るんじゃないのとか、それよりなんか今新コロナウイルス真っ盛りで、世界中がこんな歴史上こんなことになったの初めてで、それによって今まで通り生活ができなくなってしまってるでしょ。そういう中でもひょうたん市場はなんか安心感、安全な感じがする場所っていうのは、作ろうと思ったら作れると思います。でそれをたくさんの人と作っていきたいなと思ってるんだけど、今はすごい少人数でやってます。3人4人5人ぐらいでやってるのかな今ね。で5ヶ月間のキャンプがあとどのくらい伸びるかわからないけど、まあ先のことより今やることがあるんでどんどんやってます。ちょっと今から今何を作ってるか、どこまで進んでるか、見てください。はい、行ってみよう。ここから行っちゃおう。まずはここ、ここはね土場、土の場所と書いて土場で、ここの土は藁をいっぱい入れて、だってビニールかけてるのは発酵しやすいね。これも水入れてユンボで練ったりしてね。この建物ですよ。これ全部ね竹だよ今のところ。ここが市場になっていきました。もうほぼ竹で作ってるんだけど、竹にわら縄を巻いて、わら縄も作ってます。みんな手作り。こう昔ながらのわら縄ね。わらをこう手でよってなっていく。
でその縄の跡がこれ縄巻いて、それに土をつけて竹を紫外線から守るようにして、この人たちはこの人たちは馬の人です馬ちゃん、マルコ、モク、おいで。ああ、いい子いい子。ああ、うん、よしよし。オスとメスで多分ね、子供産むよ。でどんどん馬が増えるといいなと思って、モクはオスで3歳半、マルコはメスで2歳半。ソーラーパネル。うん、ソーラーパネルちょっと向き変えようね。そうだね。これはもうこれが僕たちの今電源、すべての電源、これこっち側に飛ばしてください。コード切る。これでよし。電気いいからね。うん。よし。お、天ゴマオリジナルテント。はい。直径6メートル。はい。台風に強い。これはもうちょっと生活しながら、作業しながら、物がいっぱい。うん。はい、テント張ってます。これは楽のテント。ソーラー。ソーラー。で、マキタの電動工具を充電して、ここの太陽のエネルギーで作業を進めてます。ね。ね。ひょうたん市場の電源システム。かっこいいじゃん、あのツートン。お、ね、昨日石うわ灰かっこいい。夜塗ったんだよ。明日から雨だっていうから、こっち日向当たって。石灰入れた、土に石灰入れて、で馬粉、うん。あ、これ土壁ね。土壁、馬粉をいっぱい使った。馬粉ってさ、ちょっと待って、ここの説明。ここの説明、これはお風呂。お風呂。うん、もう5ヶ月生活してる中、やっぱお風呂に入りたいよねってなってから作り始めた。石積んで、これモルタル、ひょうたん市場基本セメントを使いません。なんでかっていうと、セメント使っちゃうとつまんない。塗れば固まるからさ。だけどセメント使わないって決めると、すごいいろんなアイデアが必要で、土を雨が降っても大丈夫なようにどうしたらいいかとかさ、そういうの全部考えてね、実験してやってるんだよ。で、まあ僕の趣味としては粘土細工ね、土器みたいな感じでしょ。で土器みたいな家って書いて土器屋っていう僕の作品名をつけてるんだけど、いろんなところに土器屋を作っていきたくて、まずひょうたん市場のブースとして、モデルハウスとして土器屋を見せなくて、じゃあお風呂作ろうってなった時に、よし粘土細工風にと思って、途中ね、いいの？洗濯中。お風呂、ほら、さっきのソーラーパネルのエネルギーで洗濯、ちっちゃい洗濯機、こんなちっちゃいのあるんだよ。これで洗濯してます。回ってるね。こんなちっちゃいんだよ。でも脱水機ついて、でお風呂のお水使って、これお風呂ね。うん。これ今日お風呂入ろうね。でこれ見て、塩。今これ塩をね。なんでここにしようの？海近いから塩ここにあるんだよ。うまい塩だ。その塩は、ここ釜、塩炊き釜。かまども作る。これほら、もうポリタンクで海に20リッター20リッター、うん、10リッターで50リッター取りに行っては、ここで塩炊きをガンガン燃やしてね。これ海水途中まで今これも途中煮詰めたやつね。ででこれ塩ね。塩
でにがりと塩に分けて天日干しして、で塩はねもう片手間にひょうたん市場作りながら毎日塩炊きをしちゃおうっていう。これ屋根気になるね。屋根竹、登ろう。全部竹で、屋根ちょっとこれもオリジナルなやり方だよな。この辺ほら、馬房。これも土壁塗るからね。馬ちゃんの子やね。この途屋根もね。中屋根、これはね竹雨ざらし天日に当てながら雨にさらされながら、7年が限界だよっては竹言われてんだけど、7年以内に次の屋根考えるかっていうとこから始まったんだけど、でもねもうすでにねやってみたい実験があって、屋根の上に砂を乗せるんだよ。そうすると紫外線から守られるんだよ、この竹が。竹は湿気てると微生物が竹を腐らせていくでしょ。だけど湿気てない時、日が当たっていると紫外線によって竹は劣化するんだよ。繊維が脆くなっていく。だから微生物と紫外線をカットすれば竹は永遠不滅なんじゃないかっていうことで、今これ1年以内にこの屋根全部に砂を乗せたいんでね。砂乗せたら流れちゃうじゃん、雨降ったらってみんな言うんだよ。だけど僕はやってみなきゃ分かんないでしょ。実験だからね。意外と流れないと思うんだよ。この土をつけて、壁の土を塗って雨に何回も打たれて、そんでこの状態だけど、まだ流れてしまう土は全部流れてしまって表面に藁が残ってるでしょ。そっから先進んでないじゃん、あんまり。風化持ちよさそうだね。これ1本目土だけでやった実験で、これ2本目石灰入れたやつ、小石灰を入れて塗ったやつ、全然持ちがいいんだよ、小石灰塗ったやつの方が。ね、それで1年は持つんじゃないかなと思って来てるわけで、みんな。この下の躯体を全部竹で作ってんだけど、それを縄巻いて土つけるまでしなくても、竹の屋根が雨を抑えてくれれば、これはかなり持つっていうのが、もう朝の僕が住んでる山の竹小屋で実験で全然何年経っても壊れない。雨と紫外線だよね。やっぱり雨と紫外線なんだよね。それが防げればかなり持ちが良くなる。だそういうのをこの大きさだけでも全部見て歩いて、そういう場所を作らない。こんな感じだね。だから12月の25から始まったけど、ちょっと前ので入って1週間とか、で今5月の14日だから、今日本当に丸々5ヶ月ぐらいずっとキャンプしてんだよね。キャンプ5ヶ月すると思わなかったから、お風呂が必要になってお風呂作り出したり、水引いてやっぱ炊事するのにここに水道蛇口があったらいいねっていうので、パイプ買ってきて水引いたり、その時やることがこう出てきて、なんだろう、プログラムじゃないもんね。プログラムを作ってそれに向けてそれを進めていくっていうんじゃなくて、必要なことが出てきてそれを作っていく、こなしていくっていうやり方っていうのがこの5ヶ月間ずっと続いてるんだけど、最初の1ヶ月2ヶ月は本当に海外にも告知して、韓国から人が来て、それはもう賑やかにキャンプ
1ヶ月みんなでキャンプするっていう経験したことある人がほとんど少なくていなくて、でその経験をしてまた次やろうねっていう話にもなって、で実際韓国3カ所で1ヶ月キャンプをやるっていう人が現れて、まあ3人現れたんだけども、それもその人たちはやっぱり来るまでは想像もしてなかったと思うし、で1ヶ月キャンプやるっていうことがどういうことなのかっていうのは本当にこうやって言葉では説明できないぐらいいろいろあったなと思う。やっぱその中で1ヶ月キャンプがとても必要だなっていうか重要だなっていうことを知ったりで、それはコミュニケーションであったりスキルアップスキルであったりで、これからの時代をやっぱ考えてサバイバルの時がだんだんなんか迫ってきてるんじゃないかっていうのはみんなどこかしら感じていて、でここでキャンプをするっていうことで薪を集めて火を使ってみたり、寒くなく真冬だからね、12月25から1月の25までの予定でやったけど、コロナ騒動が始まる前だったから、キャンプ始まって3ヶ月にしようって話になって、で3ヶ月目の想像もしてたんだけども、これはもうまずい、みんな国に帰ないと帰れなくなるかもしれないよっていう早めな判断で切り上げたっていうか終了したんだけども、まあ丸々2ヶ月はみんなでキャンプしてたかな。ここを作り始めて今5年目だけど、実際は5年間はここの土地を作ってた。で今年のこの12月25からのキャンプから上物を作り始めてるから、今年からだよね現実。僕以外の趣味を持つ人とか、やっぱりその専門得意分野が違う人たちが集まって一つの共同作品を作り上げていくっていうのができるなと思ったんだよね。でそれがこのひょうたん市場作りで、市場って言ってるけども出来上がるものは何なんだろう、市場じゃないかもしれない。遠くに離れてる人、とつながってでひょうたん市場が生まれていくっていうのは想像してます。応援してくれてる人がたくさんいて、でツイッターで僕は今これがあったらいいなとかって言うと、本当に遠くから送ってくれる人がいたり、ユンボが壊れたんだけど修理代が14万かかるんですよって言ったら、その支払い私がしますって15万をね1万円多く送ってくれる人とか、なんか乾麺とかたくさん自分たち持ち寄ったやつがなくなってきちゃってどうしようってなった時にツイッターでちょっとつぶやいたらたくさん乾麺を送ってくれる人とかね、そういうお米とかね、お米いろんな人が送ってくれて、そういうので本当にキャンプ中は生きれてて、本当に生きれてるっていう感じがしてきちゃって、ひょうたん市場にとってお金経済っていうのはやっぱり大きなテーマで、そこを根本的なところ、そもそもっていうところまで掘り下げて、でみんなでいろいろ意見出し合って考えて喋ってたりする中で、ドネーション、プレゼントとかギフトとか、その与えるっていう、与えられるっていう、直接それでやっていく心の経済みたいなものが一つテーマにあります。だからひょうたん市場に朝から晩まで時間を費やして、そしてひょうたん市場ができていくっていうのがリアルになってくるんだけども、それをやってたらそうやって応援してくれる人が実際に現れて、あ、これもしかしたら応援されてる僕たちもっと頑張んないとねって
もしかしたらこの今やってること起こってることって新しい経済なんじゃないのってなってきて、で5ヶ月そのみんなで集まったキャンプが終了して5ヶ月目にしてまた現金10万円をドネーションしてくれる人がツイッターで現れてこの間振り込んでくれたんだけども、びっくりだったね。びっくりだよね。でやっぱりそういうのが起こると何をお返ししようってその人に何をお礼しようって普通に思うんだけども、まだ何もお礼できてなくて、でもしょっちゅうそのことを思い出してて、でそこを新しい経済として大事にするなら僕たちはそのキャッチ力、その10万円っていうのがその人にとってどれだけの血と汗と涙の結晶かもしれない。それを僕たちがナイスキャッチするっていうことはどういうことなのか、何をどうしたらいいのかっていうのを今すごく掘り下げて深く考え始めてます。ということでというね、ここひょうたん市場を作っていくのはこの先どのくらいかかるかわからないけど、でもいろんなスキルが生まれてます。いろんなものを作っていきます。その都度その、面白い他にはないここで生まれる面白いものを、YouTube にアップしていきたいと思います。皆さん期待しててください。